空が青いなはい、おはようございます。今日は2月10日の火曜日でございます。はい、ということで、今日もねキンキンと朝冷えておりますが、はい、そうですね皆さんはね今やってるお仕事、はい、がなくなってしまって、例えばデスクワーク、ホワイトカラーと言われるね、デスクワークをされている方が急にその仕事がなくなってしまった場合、はい、今ね自分が、何でもできるわと思っていらっしゃるでしょうか。はい、それと逆にね、毎日外で土木作業とか、建設作業をしている皆さん、毎日ねやってる方、この方も急にね、外での仕事がなくなってしまって、今度デスクワークしかやることがないとなった時に、皆さんはね、やることができるでしょうか。はい、私の場合はですね、何の仕事がなくなってもですね、なんとかなるだろうと、そういう感じでいつもやってるわけでございますが、やはり一つの仕事をね、しかできないとなると、やっぱりそれがなくなった時にですね、非常に、困っちゃったわけですね。はい、ですが僕みたいにね、何でもできるだろうと、何でもやれるだろうと思ってるとね、結構強いもんでございますんでね、皆さんもね、いろんなものにぜひチャレンジしてみてください。ということで本日もよろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝の、モーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちらこちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。ドローン。はい、ということでね、またドローンし忘れてるのにドローンしてきやがったなって思いました。はい、すいません。ちょっとね今ねお客さん来てまして、いろいろバタバタしてましてですね、はい、ドローンするの忘れたんですけど、はい、すいません。午後からまた4軒や借家の方ねやってまいりました。はい、ということで今日もね解体工事やっていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。2月。はい、ということでね、今日はこちらお風呂を解体していきたいと思います。ということで頑張るぞ。ということでね、午後からまた解体やっていきたいと思います。はい、ちょうどね1ヶ月ぐらい前だと思うんですけども、ここのね4軒や借家をね始めた頃、ちょっとちらっとねブレイン6構想みたいな感じで、優秀な人材、超優秀な人材ね6人欲しいなみたいな感じでねちょっとお話しさせていただきました。ブレイン6っていうのは、私のフットラボのね、頭脳となるような、メンバーでございまして、ブレイン1は、マネージャー的存在、営業力が強くてコミュニケーション能力が強くてですね、あらゆるところに顔が利いて、いろんなものを先回りして手配してくれる人、統括マネージャーというようなものですね。でブレイン2が、このようなですね、便利屋、建築業、電気業、土木業、そのような、に精通した人できれば、農業、林業、漁業こちらもねやれる人
でブレイン3が、財務、資金調達、あと投資ですね、株式、債券、投信、為替、仮想通貨などね、に精通した人で、クラウドファンディングなどで資金集めが上手な人で、あと補助金や助成金などの、精通している方、はい。でブレイン4がですねウェブマーケティング、 AI を使ったウェブマーケティングに非常に明るい方、はい。まあウェブを使ってね、マーケティングして、まあ広めていくと、それと AI を使ってですね、はい、AI に長けてる人、それと、ロボティクス、コンピューターを使って、制御系、ロボットを作れる方で、ブレイン5がですね、認知機能脳科学者、これはね、前もちらっと話しましたけども、人間はですね、自らですね治癒能力、体を治す、能力を持ってますし、思考するとそのまま実現するという能力を持ってますので、その辺のね、脳科学に詳しい方、そしてブレイン6が、宇宙ですね、宇宙、人工衛星、これからね宇宙に進出していかなければいけません。はい、もう地球単位でね、国境もなければ、宇宙単位で物事を考えていかなきゃいけないので、宇宙の情報に精通した方、これらのねウェブじゃなくてブレイン6人のですね超優秀な人材がね、集まってくれればいいなと思っておるわけでございます。で、この方たちがですね、揃ったらどうなるかというと、今このね富津、非常に産業がね衰退しております。はい。ですので、便利屋を含めてね、建築業、そして、土木業、あと農業、そして林業、漁業、これらのね、産業、一次産業と言われるね産業を取り戻していかなきゃいけないと。そして、雇用をね作って、津市、こちらをね、経済を活性化できればいいなと、微力ながらそう考えておるわけでございます。はい。このようにね、夢はいろいろ広がります。はい。で、やはりですね、私はなぜかわからないんですが、日本の一次産業を復活させなければいけないと。ただ従来通りのやり方ではですね、うまくいかないということでございますので、新たなね、やり方でやっていかなきゃいけないのではないかなと、そう感じておるわけでございます。そしてこのね富津という、町の名前をですね世界に、広げてですね、世界の誰もがですね、ジャパニーズの富津シティねみたいな感じでね、知って認知していただけるようにね、今 YouTube を含めてですね発信しておるわけでございます。はい。私の視聴者はね、日本人はですね、0.4% ぐらいです、全体の。はい。ほぼほぼですね、前ちらっと話したかもしれませんが、22カ国の、翻訳をすべて YouTube に載せておりましてですね、これもチャット GPT という AI を使って翻訳してもらってるんですけれども、ほぼほぼがですね、外国の視聴者さんが多いわけでございます。はい。ですのでね、広く、世界に広めてですね、富津シティが認知されるようにしていきたいと、こう考えているわけでございます。はい。でね、やはり人間というのはですね、考えるとですね、必ず実現いたします。どのような形でなるかは分かりませんが、必ず、この構想はね、達成されると思いますので、今しばらくね、お待ちいただきたいのと、もしね、ご賛同いただける方があればね、ぜひ富津ラボへお越しください。それでやはりね、何かしたいんだけど何をしていいか分かんない方とかもね結構いっぱいいらっしゃると思うんですよ。はい。ですのでブレイン6もですね、
必ずしも経験者というわけではございません。興味があってですね、それに、チャレンジしてみたいという方でも全然 OK でございますので、このね、フッツラボ、ますますね、発展してフッツのためにですね、何か貢献できればいいなと思っておるわけでございます。そしてね、このようにポジティブな考えを考えているとですね、思考しているとですね、必ず実現いたします。はい。これはですね、根拠は全くありませんが、根拠なく、思考はですね、必ず実現すると、そういうふうに私は信じておりますし、今までもですね、奇跡のようなものが、数多く訪れてまいりましたので、必ず成し遂げると、成し遂げるというかですね、必ず訪れると思うんですよ、このチャンスが。ということで、これからね、フッツラボ、ますますですね、発展してですね、皆さんのね、雇用、または普通の経済、はたまた日本のですね、地方都市がですね、少しでも元気を取り戻して、活性化していってほしいと、そういう願いでございますので、これからもぜひフッツラボを、応援よろしくお願いいたします。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。はい、こちらね、押し入れの奥のバスタブじゃない、お風呂の壁が、はい、取れました。ちょっとまだね、トイレとのこっち側まだですけどね、次回やっていきたいと思います。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということで、今日はね、お風呂の壁、はい、解体していきました。はい、ちょっとね、コンクリなんでね、モルタルなんで、大変でしたけど、はい、ストレス発散できました。はい、ということで、次回ね、また続きやりたいと思います。ということで、本日も、ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月。